のどかな感じでね、いいね。いや、今までね18のね酒蔵回ってきたんですよね。ですけどね、まだね日本酒以外の酒蔵があるんですよ。今回服部先生がやってきたのは土佐湾に面した香南市。その山あいに一度訪れてみたかった酒蔵があるそうで。ここがワイナリーですかね。ああ、素敵だな。うまい飯があるところにうまい酒あり。美食の宝庫土佐高知で同じく豊かな風土に育まれた土佐酒、その究極のマリアージュを料理研究家の服部先生が提案する蔵で会いましょう。今回は特別編ワイン。失礼します。いらっしゃいませ。あ、失礼します。こんにちは。ようこそ。はい、こんにちは。服部ですが。井上ワイナリー井上です。よろしくお願いいたします。お待ちしておりました。迎えてくれたのは井上ワイナリーの社長井上隆さん。高知でワインとお思いの方も多いでしょうが、井上ワイナリーは今年度の日本ワインコンクールで銀賞を受賞するなど今注目の酒蔵。ぶどうの栽培から醸造まで全てを手がけています。こちらの方に今販売しておりますワインを並べております。はい。各種作られてるんですけど、どのくらい種類あるんですか。全部で23種類になりました。そうですか。はい。で、私どもは高知県内の8つの地域で畑を持っておりまして、例えばですね、こういうビラフですとかビラフ、梼原とか、この地域の名前をすべて私どものワインには付けております。で、そこの地域でできたブドウを使ってワインを作ると、なおかつですね、その地域の美味しい食材ですとかそういったものに合うワインをですね、作ろうと。井上さんが目指すのは地元の食材に合う地元で愛されるワイン。ワイナリーがある香南市をはじめ8つの圃場でブドウを栽培し、その土地の名産に合う味わいに仕上げています。どうぞこの方にお行きください。テイスティングルームにはなりますけれども、隣に樽をご覧いただきながらちょっとワインをお楽しみいただくと。出していただいたのは井上ワイナリーの原点ともいう赤ワイン。初めて畑を始めた南国市稲生で栽培したブドウ富士の夢で醸造し、樽で2年寝かせた自慢の一本です。いただきます。はい。コクがあるんですね、随分ね。そうですね。まあ重めの方なんだけれど、しかし喉越しはね非常に軽やかでいいですよ。独特の酸味ですとか、ちょっとこう薬味の匂いですとか、少しこう複雑な香りになると思います。そうですね。はい。井上さんがワイン作りを始めたのは今から12年前。きっかけは井上さんが持つ別の顔でした。それが実はですね、周りに飾っているレンガですけれども、私どもが石灰の会社を元々経営しておりますので、その石灰を焼く際の炉ですね、その耐火レンガです。なるほど。実は高知で140年以上続く石灰会社の社長でもあるんです。昔から良質の石灰が取れますので、その石灰を使った高純度な石灰製品を作ってまいりました。で、その中の一つで IC ボルドーといいまして、ブドウによく効く農薬を手掛けておりまして、そんな中で私どもも関係を持たせていただきましたので、なんとかこれをブドウ作り、そしてワイン作りまでつなげてですね、そして地域になんとか貢献ができるような事業ができないかなということで、思い切ってワイン事業までチャレンジをしたところです。石灰を使ったブドウ用の農薬作り。日本全国だけでなく海外へまで足を運び、栽培の手助けをしてきた井上さん。この時得たノウハウで高知でもブドウを栽培し、ワインで地元を盛り上げたい。
しかし井上さんの前に大きな壁が立ちはだかります。やはりその高知の雨の多さですね。これをどうやってしのごうかということで、山梨とか長野に比べるともう3倍から4倍ぐらい雨量がありますので。ぶどうは雨が天敵。ぶどう作りに最適な年間降水量は900ミリ以内とされていますが、高知はその3倍の雨量。さらに台風の影響を受けやすく、ぶどう栽培には不向きとされていました。そこで育種の方々と相談しまして、ヨーロッパの品種だけでは高知はなかなかうまくいかないだろうということで、それで生命力の強い山ぶどう、これを掛け合わせた品種を選びました。雨にも負けない山ぶどうを掛け合わせた品種を選ぶことで、高知でも品質のいいぶどう栽培が可能に。こうして井上ワイナリー初の上質な赤ワインが出来上がったのです。さらにみかんを栽培していらした農家さんが、耕作放棄地ということで、余っている畑があるとお聞きしまして、江南市の名産山北みかん。作られているのは緩やかな斜面で、日当たりや水はけも良い土壌。この余っている土地を利用すれば、山ぶどう以外の品種も育てられるのではと目をつけました。こちらになります。これですか。はい、こちらです。こちらで育てられているぶどうが、本当にもう明日収穫するところですので、ちょうど今いい具合になってます。そうなんでシャルドネです。シャルドネ。はい。世界中で愛される白ワイン用のぶどうシャルドネ。結構暑かったですけど、雨が少なかったですから、病気の発生も少なくって、いい味に仕上がっております。ぜひちょっとお味見なんかもされてみませんか。はい。いいお味ですよ。ありがとうございます。ぶどうが持っている甘みと酸味、バランスいいですよ、非常に。これはいいワインができますね。嬉しいな。今回服部先生がマリアージュするのが、このシャルドネで作られた白ワイン。150年以上続く良質な山北みかんの土壌もあってか、今年度の日本ワインコンクールで銀賞を獲得しました。すごい辛口だこれ。ぶどうの品質をね、そのまま表現してますね。白ワイン独特のね、澄んだ感じの中に味わいがあるというか、ぶどうが持っている苦みとうまみ、これがねちょうど調和している非常にいい状態のワインですね。ちなみに山北みかんも盛り上げたいと、ワインと同じ製法で醸造した山北みかんワインも絶品。柔らかな口当たりと酸味が女性に大人気なんです。高知らしく淡麗辛口の白ワイン、一体どんな料理に合うのか井上さんに伺うと、先生、あちらのですね、道の駅の2階に店のレストランがありますので、そうなんですか。今から参りましょう。江南市の道の駅にあるカフェレストランの人気料理。地元の名物を使ったマリアージュとは。先生、お待たせしました。すみません。こちらがこの辺りで採れるシイラマヒマヒのフライになります。マヒマヒの。はい、ぜひお召し上がりください。土佐湾で水揚げされる今が旬のシイラをカラッと揚げたフライ。癖がなくもちもちした食感が特徴の白身魚。タルタルソースをたっぷりとのせてどうぞ。白ワインとの相性は？ありますね。ありがとうございます。シイラ自体はね、結構脂身の乗ったね白身なんですよね。シャルドネっていうのはね、白ワインの中でね、何にでも結構合わせることができるんですこれ。でこのさっぱり感がね、うまく通じるやつですよね。さあ服部先生、どんな高知食材と合わせましょう？
岩牡蠣と言いましてね、岸壁のねものすごく深いところで取れるんですよ。非常にね生牡蠣でね夏食べるにはうまいんですよこれね。選んだのは江南市吉川町で採れる岩牡蠣。濃厚でクリーミーな岩牡蠣を使って何を作るんでしょう。いざ実食。おお、これはカキフライ？タレ何やろこれ？これタルタルソース？なんかこうそういうものもレモンじゃないの？なんか美味しそうね。タルタル美味しそう。こういう出し方を初めてね、こうレモンが入ってっていうのは。岩牡蠣のカキフライ、タルタルレモンを添えて。カキフライにしちゃもったいないと思ってはいるんですけど、しかしねカキフライがね今回のこのワインに合いそうなんでね、やってみたいと思う。衣は牛乳とお酒を入れ、牡蠣の臭みを取るのがポイント。180度の油でさっと揚げます。生でも食べられるのでレアめでクリーミーさを残すのが服部先生のおすすめ。お次はタルタルソース作り。卵黄に塩と油を加え乳化させます。そこにワインビネガーなどの調味料を入れ味を整えたら、細かく切った具材を加えます。そしてここからが服部流。ここにレモン汁、さらにレモンの果肉も。食べた時に苦みを感じないんですね。すっきりと取れるっていうか食べられるんですね。そういう意味では非常に相性がいいなというふうに思いました。レアに仕上げたカキフライに服部流のタルタルレモンを添えた一品。いただきます。いただきます。磯の香りとこのレモンがバッチリ、さっぱり。少しクリーミーな感じが絶妙のバランスですね。初めて食べた感じのタルタルソース。辛口の白ワインとの相性は？シャルドネのフルーティーさとこの牡蠣のマイルドさ、そしてこの磯の風味、組み合わせがバッチリですね。やっぱりこのシャルドネ、地元の食材と地元のワイン、もうこれに勝るものはないと思いますね。フルーティーな香りで牡蠣のうまみをさらに引き出すマリアージュ。服部先生、次はどのお酒と合いましょう？